もやもや探検。こんにちは、ルンです。今日はもやもや探検で宝を見つけて、人生を楽しむための3つのステージをご紹介したいと思います。人生を楽しむっていうのは自分の本当の望み、心の声を聞いて、心と行動を一致させていくと、自分が人生を楽しんでいるっていう状態になります。でも、モヤモヤがやってくることがあるんですね。そのモヤモヤを探検して宝を見つけるっていうことをやって、モヤモヤをどんどん手放していくと、自分が自然体で人生を楽しめるようになります。それで、人生を楽しむステージっていうのはどういうことかっていうと、私は3つあると思ってて、私もこの3つをこう歩いてきたなっていう実感があるのでご紹介したいなと思います。まずはもうめっちゃマイナスマイナスというか、結構人生しんどいよみたいな時にもやもや探検をやるようになると、自分一人で満たされるようになります。自分の心の声を聞いて行動で叶えてあげることで、自分は自分でご機嫌を取れるんだとか、自分で自分の、過去の心の傷を癒すことができるんだとか、自分一人でまずは満たされるですね。今まで例えば自分の心の状態がマイナスだと思ってたものが、プラマイゼロになるっていう感じですね。それを続けて心の声を聞いて心と行動を一致させるっていうのを続けていくと、いつの間にかステージ2に行きます。ステージ2っていうのはどういうのかというと、ステージ1では自分一人でハッピーになってる感じなんですけど、それをその次は自分の心の声を聞いてると、他の人の心の声も聞いてみたいなっていうか、知りたくなると思います。私はこうしたい。こういう望みがあるからこれを叶える。けど、そういえば家族はどういうことを望んでるのかなとか、自分の好きなことをやってるかな、なんか応援できることあるかなとか、そういう、例えば、あの、身近な家族が一見マイナスっぽい感情を持ってたとしても、昔だったらもしかしてなんか相手が怒ってると一緒に喧嘩になったりとかあったかもしれないんですけど、このステージ2になると、あれなんで相手はちょっと一見マイナスっぽい感情が出てるのかなって、そこにはきっと宝が隠れてるのにな、この人は何を望んでるのかなって、そうやってなんかサポートできひんかなとか、そういう大事な人の心の声もどんどん聞きたくなってきます。そうするとどんどん人間関係が良くなってきます。それがステージ2ですね。で、またさらに心の声を聞いて心と行動を一致させていくってしていくと、本当にどんどん満たされて、周りもどんどんハッピーになって、そうすると、嫌なことをもうどんどんしなくなってくるので、自分のエネルギーがだんだん有り余ってくるというかそうなると、もっともっとこのエネルギーを外に出したくなるんですね。今まで自分と自分の周りだけにエネルギーを発してたのを、私はこんなにハッピーになれたから、これをもっとみんなにもシェアしたら、もっと今しんどくても楽しくみんなが生きられるんじゃないかっていうふうに自分の使命に気づき出します。そうすると例えば、ブログ書いたりとか YouTube やったりとか、それは私の場合ですけど、人によっては例えば芸術の世界とかだと絵を描いて、今まで自分一人で絵を描いてたのを、誰かに見せて喜んでくれる人がいるんやってだんだん気づいて、じゃあもっともっとこれを知ってもらおうとか、そういう感じでどんどん自分のエネルギーの届く範囲が広くなっていきます。そうすると本当にこの人生を楽しむっていうことが自分一人で満たされてたっていう時よりも、周りの家族とかもどんどんハッピーの輪が広がるのもさらに
楽しいし、それよりもっともっとさらにこう広い範囲で自分のエネルギーが届いて、そこからまた自分が嬉しい楽しいと思うことをやることで、相手も喜んでくれて、どんどんその人たちも自分らしく生きていくっていう、そういうハッピーの循環がどん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 起きてくるんですね。なので、このどのステージまで自分が心の声を聞きたいかって、それも選択なんですけど、もやもやってずっとこ心の声を聞かずにもやもやずっと抱えてると、そこからなかなか心の声を聞くまで宇宙さんが結構ね、愛の無知じゃないんですけど、意地悪ではないんですけど、心の声に気づくようにいろいろ出来事を用意してきます。そうするともう本当に本当に大きな感情の揺れとかがあって、もう嫌なことやめるみたいな感じになるんですね。私の場合は、4年前会社にしてた時に心の声を聞けてなかったので、体の調子が悪くなって自殺願望が出てしまった。でもそれによってもう自分の好きに生きていくって言って、踏ん切りがついた。だからそれは今から見ると本当に宇宙さんの親切なんですよね。自分の心の声に心と行動を一致させるためにわざわざ起こしてくれた出来事なんだなって思います。はい。で、こっちに行きましょうか。これね、私の頭の中でのイメージですね。もやもや探検をして、どんどん宝を見つけていくんですけど、もともとその道というか、この魂ちゃんがいて、そこから道ができてるイメージなんですね、私にとっては。だからよく普通の常識的に言えば、時間って過去から流れてる、過去現在未来って流れてると思うんですけど、私にとっての感覚は魂ちゃんがもう未来から宇宙さんとの計画で、もうこういうことを経験しに来てるんですよっていうのを、もう決まってるっていうか、この魂ちゃんのこの地球上でやりたいことはもう決まってると思うんですよね。でもそれって結構ざっくりで、私の場合は自分が人生を楽しんで他の人も人生楽しんでもいいやって楽しんでもらうっていう、そういうざっくりなんですね。でこの細かい道はきっと決まってはないんだなと思ってて、ただこのどういう道を通っていったら行くといいかっていうと、魂ちゃんのこの使命にたどり着くまでの道はこういうふうに道しるべで心の声が教えてくれるんですよ。今これをやりたい、これをやりたい、本当にそれが魂ちゃんの望みにつながってるって一見わかんないことも結構多いんですよ。でもただ今これをやりたいっていうちっちゃなちっちゃなことをどんどん続けていくと、モヤモヤっていう固定概念がどんどん外れていって、心と行動を一致させるスピードがどんどん速くなって、エネルギーがどん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 高く遠くに届くようになる。で、人生さらにさらに楽しくなるっていう感じです。だからこれ探検してるんですけど、自分の中に絶対光は持ってるんですね、みんな。だからこの一見闇っぽいモヤモヤになんか宝隠れてんじゃないのって言って光を当ててあげる。そうすると必ず宝が隠れてるんですね。それは魂ちゃんの地球上でやりたいって思っていることをやり遂げるための必要なことが全部この心の声で用意されてるんですよ。例えばこのモヤモヤによって自分の才能に気づいたりとか、その才能を生かしてその自分の使命を全うするとか、本当にね、なんかね、心の声を聞くと人生に迷わないって私よく言ってるんですけど、例えばあっちにしようかなこっちにしようかな、どうしようかなって迷った時に、それはもうどっちでもいいって時もあるとは思いますけど、それっ
って結局心の声を深く聞いてないだけなんですよ。だから迷うってないですよね。わかりますかね。本当に心の声を私は本当にどうしたいんだろうって聞いていくと道がどんどん見えてきます。で、例えばね、心の声はこうやって言ってる気がするけど、私はもう今回はモヤモヤに負けて、もうこっちにいつもと同じようにこっちに行っちゃうよみたいな、なんとしても別にだから悪いってわけじゃないんですよね。例えばその心の声を、行動で叶えなくて違う方に行ったとしても、宇宙さんはちゃんと心の声に気づくように何度も何度もこう出来事を用意してくれるんで、その度に心の声を聞いていくと、ここにたどり着くだと思ってます。で、これですね、大事なのは自分がハッピーでいることなんですね。だからもし自分が自分のこの地球上でやる使命が分かんないからってそれで悲しいって思うと、例えばあなたにとって使命をこう全うするのが夢だとして、それが分かんないから今不幸だって、夢が叶ってないから不幸だって思うと人生楽しんでる状態に全然ならないですよね。だから人生を楽しむっていうのはなんか例えば出来事じゃなくて、そこの、出来事、その出来事があった時に自分がどんな気分でいられるのかって、それを想像してきっと夢を見てると思うんですね。例えば、世界一周したいっていう夢があったとするじゃないですか。そしたら別に今すごい不足ばっかりで不安でそんな状態で、例えば地球一周の旅に行ったとしても全然楽しくないと思うんですよ。だからもしかして地球一周の旅に行ったら私はハッピーになれるんじゃないかって、今不足なのにあの夢さえ叶えば私はハッピーって思ってても、それはなかなかね、不足の意識でいるとずっと不足がこうなんていうのかな、増大していくだけなんで、だからまず今の状態で今、ハッピーっていうこう気分を叶えるっていうのをやっていくんですね。だからそのためには、あるを見るなんですよ。あるを見て、自分のあるに感謝する。今持ってる豊かさもうすでにあるんだっていうのに感謝して、もうこの道を歩いてる時にも絶対この今までの人生もう宝はいっぱいもう見つけてるはずなんで、持ってるんですよね。自分の中にちゃんとあるんですよ。だからそのあるに気づいて、豊かだな、愛がいっぱいあるんだなって。でもこういう例えば出来事があったらそれはそれでもっと面白いんじゃないか。でそこに向かってどんどん心の声と行動を一致させていく。そうすると夢を叶える前も夢を叶えた後もハッピーっていうことで、いつの間にかこの道行くこうモヤモヤが来たとしても、なんかモヤモヤが来た、心の声を聞いてのサインやなって、宝見つけてやるみたいな感じで、どういう出来事が起こったり、どういう一見マイナスっぽい感情が起きたとしてももう怖くなくなるので、こうずっと楽しくこう使命まで行き着くっていう感じです。はい。そういう私もこの使命って何だとかいうのはもうここ数年で気づいたけど、その今自分がやっていることがさらにこう使命の方に寄ってるというか、今までやってきたことが全部今の自分につながってるし、さらに未来の自分にも今やりたいことがつながってるんだなと思います。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。